ラインナップはこちら。蜂蜜はちょっと前半とどっちでご紹介するか迷ったんですが、こちらに入れさせていただきました。はいどうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、資源採取おすすめの後編となります。ラインナップはこちら。蜂蜜はちょっと前半とどっちでご紹介するか迷ったんですが、こちらに入れさせていただきました。最後の方にですね、かなりおすすめの時の洞窟以外でですね、おすすめの鉄、水晶、黒曜石がゲットしやすい序盤から行ける安全な場所がございますので、ご紹介させていただこうかと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。各項目チャプターで飛べるようになっておりますので、ご活用いただければと思います。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、まず蜂蜜からになります。蜂蜜ですね、結構料理に使う部分はあるんですけども、それ以外でもかなり有効活用できるものになっておりますので、ちょうどですね、ニールさんっていう方がご紹介されている動画がございましたので、よろしければご確認いただければと思います。結構目から鱗の利用の仕方になっておりますので、ご確認いただければと思います。ではですね、実際蜂蜜の獲得についてご紹介していきます。一応リソースマップがこちら。蜂蜜なんですが、獲得方法、フィヨルドの場合、大きく分けて3つあります。1つはですね、フィヨルド特有で、こちらの蜂蜜がついた岩があります。こちらを採取していただくと、蜂蜜が手に入ります。蜂蜜ロックですね。こちらに関しては、比較的スッと飛んできて獲得できるので、獲得しやすい蜂蜜になってます。次に、通常の蜂の巣ですね。こちらに関しては、破壊でも手に入るんですが、開いて手に入れることもできます。一応取るとですね、こういう蜂が回ってデバフがつきます。クマちゃんとかで攻撃すると、この蜂のデバフ食らわないのと、ギリースーツとかですね、使っていただいてになります。こちらに関しては15分ごとの取得になっております。もう一つがですね、攻撃して蜂が出てくるものに関してはですね、これ死んでるかな。攻撃して回復してくるものに関しては女王蜂が入っているので、破壊していただくと女王蜂が出てきます。そちらでレアフラワーとかキブルとかでですね、テイムしていただくと自宅に蜂蜜を置くことができます。で、この回復しないやつに関しては壊してもですね、出てきません。一応壊しといた方が次のスポンに役立つと思うので、壊していただければと思います。あと、女王蜂逃げるので、あらかじめ周りにですね、建築して囲うっていう手段も取れます。3つ目がですね、これに関してはある程度進んだ状態でないとなかなか難しいところではあるんですが、洞窟に関して蜂の巣の洞窟が2箇所あります。一つは強者の洞窟になりますが、もう一つはこちらですね。地図は指で隠れてるんであれなんですが、座標はこちら。入っていただくと、北のボアですね。と、クマちゃんとかがいるんですけど、こちらですね。ベイダのターミナルがあるところですね。こちらにこのように蜂蜜があります。これに関してはさっきのと違って拾うことはできないんですが、ツール使って叩いていただくと、レアフラワーと蜂蜜と、あと有機ポリマーが手に入ります。これに関してはですね、斧で叩くと有機ポリマーが多めに取れます。ピッケルで叩くと蜂蜜が多めに取れるというものになってます。もちろん生物で壊していただければ、その分獲得量は多くなります。
クマちゃんがいなくなってるけど。今そんなに湧いてないんですけど、そこそこ生物が出てくるので、ある程度相当できるものですね。クマちゃんであったりとか、一緒に来てですね、相当して買っていただければと思います。一応、ここはすぐ入ってこれるので、強者の洞窟よりはですね、獲得しやすいかなと思います。蜂蜜に関しては以上です。続いて、ケラチンですね。ある程度進めば生物から取れるんで余裕で取れるんですが、やはり初期の頃に関して結構集めるのが大変なものになってるんですけども、フィヨルドの場合、マップから採取することができます。一応リソースマップがこちら。バーディランドにも多めにあるんですが、すいません。ちょっとそっち側はですね、見つけられませんでした。ただ、こっちはかなりわかりやすい形になっているので、地図がこちら、座標はこちら。目の前の洞窟ですね。周りにクマちゃんがいっぱいいるんですけども、基本的にクマちゃんあんまり近寄らなければ攻撃してこないので、この骨を使っていただくとケラチンが取れます。1匹目は結構近くで集めないといけないので、あれなんですが、プテラとかですね、1個作っていただければ、ここまで飛んできてですね、2匹目以降のものに関しては集めれるというものになってますね。一応、斧の方がちょっと多そうですね。ピッケルだと2個ずつなんですが、斧だと3個ずつ。もっと手に入るな。斧の方がゲットはしやすいです。続いてですね、前回有機ポリマーはご紹介したんですが、フィヨルドの場合、普通のポリマーも採取することができます。ちょっと洞窟内にはなるんですけど、一応ご紹介しておきます。地図がこちら、座標がこちら。場所としては分かりやすいですね。北側のこのでっかい洞窟ですね。入っていただいて、右側ですね、進んでいただくと、ここに箱があるんですけども、これを叩いていただくと、鉄と黒曜石と、あと板ポリが手に入ります。一応これも斧の方が手に入りやすいですね。お肉とかがいっぱいいるんで、ご注意ください。ちなみにこっち側には鉄があります。あと水中ですね。このように真珠が取れたりもします。あとサーモンがいっぱいいます。肉がいっぱいいるんですが、そこだけ相当していただければ結構獲得しやすいエリアになってます。デスモダスとかですね、テームできるようになれば、比較的簡単に獲得できる最終エリアになってます。続いて真珠ですね。各所真珠はあるんですけども、前回お伝えした黒真珠の洞窟もですね、真珠の洞窟に変わったんですが、こちらであれば比較的ですね、序盤から取れる部分になっております。地図がこちら、座標がこちら。これ入っていただくと、ちょっと深いんですけど、こういう形で真珠が取れます。あと原油もありますね。こちらであれば、基本的に水中にですね、危険生物いないので、安全に取得することができます。この辺の浅瀬もあるんでね。地上の部分は多少あれですが、基本的には割と安全に確保ができるものになってます。一応他のこういう池のところはだいたいメガピラニアとかがいて倒さないといけないところになってるんで、序盤から取るとしてはここがおすすめとなっております。あと少し危険なんですが、こちらですね。地図はこちら、座標はこちら。バーディランドのところになるんですが、六角中の水晶の洞窟と言えるんですかね。入っていただいて、ちょっと虫とかがいるんで、お肉とかですね、気をつけないといけないんですが、水中入ると真珠がいっぱいあります。サルコとかもいるんで、危険ではありますけど、結構量取れます。水中に虫とかは入ってこないんで、めったに。ワニだけいるときは気をつけていただければと思います。サルコくんがいる場合ですね。結構そんなにいないと思うので、タイミング見て使っていただければと思います。フィヨルドですね、海中なんですが、ほぼほぼ広範囲にですね、真珠ありまして、比較的浅瀬のところでも割とあったりするので、これが真珠になります。取っていただくと真珠が取れるんですけども、結構浅瀬のところとかでもですね、いっぱいあるんで、スッと入っていただいて取っていくと、そこそこ海中危険なところも多いんですけど、アルファも空いてますしね、様子見てスッて入って取っていくっていうこともできます。時の洞窟の入り口とかもおすすめですね。真珠に関しては一応別マップでもあるので、ワープで近場で行けるところをご紹介します。
まず、アスガルドは東側ですね。W の方を見ていただくと、こういったところに着きます。こちらに関してなんですが、ちょっと距離あるんですけど、こちらですね。デスモダスあれば飛んでいけるところではあるんですが、歩いて降りる場合は、今ここに出ましたね。ここからこう降りていただくと、ここから降りれますんでね。こっち降りていくと、ここに出ます。場所的に行くと、このライトニングの洞窟の手前の湖ですね。地図がこちら。座標がこちらですね。の水中入っていただくと真珠がいっぱいあります。一応ここに関しては水中何もいないのでシーラカンスだけ言いますけど獲得することができます。そこそこあります。ちょっとだけ距離あるんで陸上来るときがちょっと危険ですね。あと陸上側にはラプトルとかもいるのでご注意ください。バナヘイムも SW ですね。来ていただくとこういったところに着きます。こちらもですね、そんなに量はないんですけど、こんな感じで真珠があります。地図と座標ですね。こっちと、こっちとあります。じゃあ潜れるほどではないんですけど、ちょろっとずつ2箇所ですね、ある状態です。他にもあるんですけど、こっちの方が量は少ないんですが、ほぼほぼ安全です。鉄も取れますしね。テレポートで来れるんで、序盤から比較的簡単に採取ができます。量が必要になったらもう水中潜った方が早いとは思うんですけど、最初のちょっと集めるっていうところに関してはおすすめです。続いて、原油ですね。フィヨルドの場合ですね、原油かなり広範囲にいろんなところにあるので、あまり困ることはないと思うんですが、油田もいっぱいありますしね、海底洞窟結構多くはあるんですけども、一応安全に獲得しやすいところのご紹介となります。でまずはこちらですね。ワープポイントで行くと、バーディランドの南の E が、近くなってくると思います。座標こちら。鉄もあるんですけども、油田とこういう原油石ですね、がいっぱいあるところになってます。他にもちょっと潜ればですね、すぐ原油石結構いっぱいあったりするので、こういう感じですね。軽く取得するにはですね、困ったら軽く海中入ってみればですね、メガロドンだけ来ないところであれば取得していただければと思います。本当広範囲にあるので、一応リソースマップがこちら。かなりいっぱいあるんでね、海中も多いんですけども、陸上でも結構いろんなところに原油先いっぱいあるんで、海底洞窟もいっぱいあるんで、ここに関しては簡単なご案内だけに留めさせていただきます。油田も結構いろんな範囲にあるので、近く見てみていただければと思います。続いて、水脈ですね。井戸が置けるところになるんですけども、基本的に割と水辺近いところが多かったりするので、利用はそんなに多くないかと思うんですが、こういう内陸というか、ちょっと入ったところですね。とかでも結構水脈数があるので、バルヘイムとこちらのバーランドに関しては、東側のこのエリアに関してはかなり多めにありますので、一応リソースマップがこちら。場所によって近くで水取ってきたりとか、あとパイプ伸ばすのが嫌だよっていう人はご活用いただければと思います。続いてはセメントですね。こちらに関しては採取というよりはビーバーダムになるんですが、フィヨルドの場合、湧く場所が3箇所あります。1箇所目がこちら。座標がこちら。こちら。ですね。一応ジャイアントビーバーダムとたまに水中に普通のビーバーダムもあったりします。レックスいますけどね。あれもいますね。ここなかなか危険ですね。ジャイアントビーバーダムもこのタイプとこのタイプとあります。あと中入って拾うパターンもあります。結構いろいろバリエーションが多そうですね。続いて2箇所目がこちら。南側ですね。地図がこちら。座標はこちら。ここですね。ここも普通のダムも湧きますし、ジャイアントビーバーダムも湧きます。今回はちゃんとカストロイデス君いっぱいいますね。3箇所目がこちら。左上の方ですね。地図はこちら。座標はこちら。こんな感じですね。フォークたちもいるんですけども、こういう形でダムが湧きます。
では続いて水晶ですね。ここからは後でご紹介するおすすめの場所にも出てくる部分ではあるんですけども、比較的安全に確保できる採取場所のご紹介となります。まず水晶の1箇所目に関してはこちら、先ほどのバーディランド南のイースト側ですね。ちょっと北に移動するところになるんで、北側ですね。六角柱があるんで分かりやすいと思うんですが、こちらの一帯になってます。こちらのこの塊ですねを叩いていただくと水晶がゲットできます。全部ですね。ここはもうかなり、ちょっと移動はですね、デコボコしてるんでしにくいんですが、獲得はだいぶできます。一応この辺も取れるんですけど、この辺は獲得するの大変ですけどね。ケツァルとかの背中に乗って叩くとかですかね。ただ、この地べたから叩けるところも結構あるんで、利用いただければと思います。中にもいっぱいあるんですけど、中に関してはちょっと虫とかがですね、お肉とかいるんで、気をつけください。言うほど数はないんで、一応この中にも真珠があります。入り口のあたりとかは結構大量に湧いてるんで、この辺の虫だけ処理していただければ取れます。続いてですね、水晶おすすめの採取場所としてはこちら、そしてこちら、そして恒例のメガピテクスの洞窟です。何度もお伝えしている部分でもあるんですけども、シャードの方でですね、ここは序盤としてはですね、ちょっと大変なんですけど、ある程度生物が手に入ってですね、メガテリとか手に入れば、この辺から大量の資源、木材とかも手に入るんですけど、大量の水晶が手に入ります。もちろんこの辺からも採取はできるんですが、どちらかというとメインはこのトゲトゲからメガテリとかですね、植物採取系の攻撃ができる生物であれば取れるんで、ここから採取していただくのが水晶としては一番効率的に量が取れるものになってます。手前にはラベジャーぐらいしか出てこないので、奥行くと危険になりますが、ハニちゃんとかですね、スピノとか、たまにドレイク湧いてたりするんで、ご注意いただければと思います。ただ、量はかなりいっぱい手に入ることになるんで、この辺に普通に水晶もありますしね。水晶としては、やはりここが一番おすすめにはなります。ちょっと危険にはなりますが、序盤はさっきの六角柱取っていただいて、ある程度揃ってきた段階で、こちらで集めていただくのが一番効率的かと思います。続いて黒曜石についてなんですが、一応黒曜石ですね。リソースマップはこちら。割とこのバルヘイムに関しては一帯にこのようにして黒曜石があります。ちょっと同色なんで見つけにくいかもしれないですけど、ただそこそこ危険なエリアではあるので、それ以外での採取場所としておすすめが2箇所あります。一つがこちら、地図こちらですね。座標こちら。ここはかなりの黒曜石が密集しているところになってまして、水晶もあります。ただ見ていただいた通り、ラプトルがいます。ただ高所なんで、抗生物とかで、アルゲンとかでですね、下に落としていただいてから安全に採取することができます。結構寒いです。あともう一箇所ですね。さらに寒いんですが、地図はこちら、座標はこちら。雪山のこの建物の近くですね。この一角になります。こちらも結構ですね、豚ちゃんとかいたりするんで危険なんですけど、ここも高所になってるんで、ウルフとかですね、アルゲンで誘導してですね、下に落としていただければ、割と安全になるかと思います。この状態であれば、鉄と黒曜石がかなり密集してあるエリアになってます。割と広範囲に、城のこの辺りから、こっちの端ぐらいまで密集している状態になってますんで、かなり量が手に入ります。ただ、ここに関しても寒いのあるので、結構序盤はしんどいかもしれません。ちょっと来てパパッと取って帰るぐらいになってくるかと思います。あとは各所あるんで、序盤はそちらで取っていただくのがいいかと思います。近場でですね。あともう一箇所がこちらですね。序盤は基本的なところも考えてもちょっと寒いんですけど、ここがいいかなと思います。地図がこちら、座標がこちら、こういったところですね。ある袋とかはいるんですけど、水晶、鉄、黒曜石が大量にあるところになってますね。そこそこアルゲンいたり、フクロウいたり、アンドリューサルクスいたりっていうところで危険エリアにはなってるんですけど、かなりおすすめのエリアになってます。
続いて金属の方になるんですが、一応こちら鉄もあるんで、そのまま一緒ですが、地図と座標ですね。のこちらですね。鉄に関しても結構各所にですね、あるので、そんなに序盤取るのには困らないとは思うんですが、一応密集地としてはこちら。あともう一つがこちらですね。洞窟入ったところになってます。あとは、バーディランドの方だと、先ほどの水晶のところですね。バーディランド南側ですね。のエリアになるんですけど、このエリア。ここもかなり大量の鉄があります。通常の鉄とリッチメタルとですね。ただ、ここにもラプトルがいるので、ご注意いただければと思います。あとはですね、以前もお伝えしております、ケイブオブタイム、時の洞窟ですね。座標こちら。ここは水中なんですが、基本的に序盤の状態でもですね、こう入ってこれますんで、入っていただければ、この辺全部岩鉄になってますんでね。これ全部鉄なんで、かなり大量の鉄が手に入ります。酸素も不要ですんでね。ではですね、おすすめの採取場所としてですね、今はこちらのミッドガルドで主にご紹介をさせていただいたんですが、ワープができますんで、この2箇所使えば、だいたい鉄、水晶、黒曜石はクリアできると思います。まずは、バナヘイムに関しては、北側ワープしていただきます。ではですね、北側直でここに来れるんですけども、水晶と鉄ですね。一応リソースマップ的には黒曜石もあるはずなんですけど、ちょっと見つけられません。ここに関しては、割と上の方までですね、来まして、この辺りまでかな。ここぐらいまで鉄と水晶があります。黒曜石もあるはずではあるんですけど、比較的安全です。たまにテラーバードとかいたりするんで、ご注意いただければとは思うんですが、比較的安全です。結構拠点としてもですね、キノコもありますし、この辺に拠点立てて常に採取するっていうのもおすすめではあります。一応、これですね、下に降りていただくと湖があるんですけど、ここに真珠もあります。そんなに多くはないんですけど、鉄と真珠、水晶も手に入るっていうエリアになってます。他にもあるんですけど、割とこの沿いのところですね、来れば、バナヘイムに関してはですね、こういった鉄とかですね、黒曜石とかある状態になってます。ここだとワープ直で行けるので、すぐ飛んできて必要物取って帰るっていうことが容易にできます。続いてアスガルド。アスガルドの SE に飛んできていただくと赤いエリアに到達するんですが、すぐがですね、ここ鉄とちょっと広範囲的な感じにはなるんですけども、鉄と黒曜石があります。密集というほどではないんですけど、ここに関してもかなり広範囲に鉄と黒曜石がある状態になってますんで、序盤ですね、来ていただいてささっと買っていただくといいと思います。基本的にはですね、あまりあるとかいたりしますけど、広範囲になるんで、こっち側とかですと黒いますね。ぐらいとかになってくるんで、ウルフとかですね、アロとかたまにいたりするんで、そこだけちょっとご注意いただければと思います。危険密集っていうわけではないので、ちょっと注意していただければ、極力避けながらですね、採取していただくことはできると思います。アンキロ行ってれば勝てると思うんですけどね、アロはちょっと微妙なラインありますが。ということで、完全に密集ではないんですが、結構広範囲に黒曜石と鉄が集まっているワープすぐの場所になるんで、かなり獲得はしやすいかと思います。何よりワープなんで、序盤から普通に来れるっていうところですね。あまり離れなければ、ワープゾーンの周辺に関しては、見ていただいた通り、こっち側に恐竜ってあんま来てない場合が多いので、公式でちょっと誰かスポンから移動してた場合はちょっと変わってきますけど。ではいかがでしたでしょうか。前後半とちょっとアップデートで間に差し込むことにはなりましたが、おすすめの資源採取についてのご紹介となります。実際ですね、初期から行けるところでかなり効率的に集めれる部分として、時の洞窟、今回おすすめしたバナヘイムとこのアスガルドの転送位置に関してのおすすめの採取場所ですね。ここであれば鉄で困ることはそうそうない状態ですし、原油に関してもミッドガルド、かなり広範囲にいろんなところにですね、あります。
あと真珠もちょっと潜ればあるので、もちろんおすすめした安全に取れるところも含めてですね、ご活用いただければと思います。結構ね、ケラチンを採取で取れるのは、だいぶですね、序盤ありがたいところにもなりますんで、こちらもぜひご活用いただければと思います。では、本日は以上となります。普段ですね、こういった形でトラップであったり、建築動画、冒険動画、あとチュートリアルなどをお送りしておりますので、ちょっとでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter の方でもですね、いろいろ速報的な情報であったりですね、ちょっとした情報みたいなものとかはいろいろ共有しておりますので、ぜひ Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。